皆さん、こんにちは。日本 VE 協会 VE 活動支援アドバイザーの谷です。コロナ問題が契機となり、従来からの仕事の進め方が大きく変わろうとしています。この機会により効率的な仕事の進め方を検討している方も多いのではないでしょうか。そこで本日は従来からの商品開発、ものづくりの進め方に変革をもたらし、強い企業の実現を強力にサポートする原価企画についてお話したいと思います。また、原価企画は VE と大変密接な関係にあり、組織的、体系的に VE 活動を進めるための仕組みとも言えます。この機会に原価企画について研究されることをお勧めします。最近、ここに示すような課題をよく耳にします。商品が激しく、製品の採算性が悪化している。その主な原因としては、新製品の差別化が十分図れていない。他社との価格競争が厳しすぎる。従来からのコストダウンの進め方に限界が来ているといったものでしょう。また、製品の開発期間が短縮され、限られた開発リソースで対応できなくなってきた。さらに VE は効果的であるため、継続的に実施したいが、関係部門の協力が十分得られない。こういった課題を解決し、強い企業を実現するためには、今回お話しする原価企画の実践が極めて有効です。そこで本日は原価企画の考え方や進め方を中心にお話したいと思います。それでは本日のセミナーでお話しする内容を具体的に見ていきます。まず最初に強い企業は何が違うか、そして強い企業と原価企画の関係についてお話しします。次に原価企画とはどういったものか、どう進めるかについてお話しします。そして最後に原価企画を実践するためのプロセスと VE との関係についてお話しします。まず第1番目のテーマは、強い企業は何が違うかです。強い企業の特徴を列挙するとこのようになります。顧客に支持される商品・サービスを提供している。顧客ニーズを的確に把握している。技術力が高い。従業員のモラルが高い。社会貢献が意識されている。収益力が高い。成長性が高い。こういった点が強いと言われている企業に共通している特徴ではないでしょうか。これらの関係を整理するとこのようになります。顧客ニーズを的確に把握している。技術力が高い。従業員のモラルが高い。社会貢献が意識された仕事が実現できる。これらの条件が揃うと顧客に支持される商品・サービスの提供が可能になります。顧客に支持される商品・サービスというのは顧客・社会のニーズを満たすということ。企業ビジョン、企業理念にマッチしているということ、そして十分な収益が期待できる商品でしょう。これらが実現すると収益力が高まってきます。さらに収益力を継続して高めるためには、目まぐるしく変化する外部環境への対応が要求されてきます。一方、内部環境は固定化、膠着化するというふうに言われておりますので、これらの活性化、革新ということも必要です。これらの条件が揃うと成長性が期待できるということです。これらを強力にサポートするのが原価企画です。原価企画は強い企業づくりを支える主要な柱という位置づけにあります。次に原価企画を導入実践する直接的具体的な目的を見ていきましょう。一つ目がコスト競争力の強化です。原価企画では開発設計段階で目標原価を設定し、早い段階から原価低減活動を関係各部門が連携して実施していきます。そうすることでコスト競争力のある新製品を効率的に開発できます。さらにコスト競争力があれば低コストでも耐えることができ、価格設定の自由度が大きくなることから、マーケティング上の価格戦略を優位に展開することも期待できます。2番目が顧客ニーズに合った製品開発です。商品企画段階から開発関係部門を交えて検討することで、真の顧客ニーズを明確に反映した新商品を開発しやすいと言われています。3番目が開発期間の短縮です。製品開発に関係する部門が開発の源流段階からチームデザインを行うことで、スピーディーな問題解決が可能となります。
また、原価規格では開発年節目ごとにデザインレビューを行うため、重要項目のチェックが確実に実施され、問題の早期発見と対応が図れ、開発期間の短縮につながります。4番目が開発設計体質の強化です。原価規格を実践することで新商品の開発技術者に対して開発設計に必要な情報がタイムリーに提供されることとなります。さらに関係各部門で開発設計を積極的に支援するという風土が醸成され、各部門間の風通しが良くなり、情報共有が促進され、開発設計上の無駄が省けます。原価規格を実践することで、これらの直接的な目的が達成できるだけでなく、様々な効果も期待できます。このようなことから、原価規格の実践は強い企業の実現を強力にサポートするというふうに言われています。次に、原価規格の考え方について説明します。ここで、売価、原価、利益の関係を見ていきたいと思います。1番目が原価プラス利益が売価であるという考え方。2番目が売価マイナス原価が利益であるという考え方。3番目は売価マイナス利益が原価であるという考え方です。皆さんはどういう考え方で仕事をされていますか？一つずつ見ていきたいと思います。例えば原価1000円かかったと。それに200円の利益が欲しいから1200円の売価を設定したというのが一番の考え方ですね。この1200円の売価でその製品が十分売れればそれで問題ないと思いますけども、売価がどうやって決まっているかを考えていただきたいと思います。作り手の都合で勝手に決められることって少なくって市場で決まってます。主には需要と供給などで決まってます。ですから1200円で売価を設定したとしても売れなければこの考え方は成り立たないということですね。じゃあ2番目の考え方。例えば1200円の売価が市場で通用していた。で、それを作るために1000円かけて200円の利益が得られました。この例であれば大変望ましいと思います。ところが1200円の売価を実現するための製品を作る原価として1500円かかっちゃいました。ということで引き算すると300円の損失ですよね。ということは2番の考え方も良くない。結果として利益が得られればいいですけど、それはあくまでも結果論であるから、いつもいい結果が得られるとは限らないということですね。ということは3番が目指すべき姿であるということです。3番というのは1200円の売価。これが市場で決まっている。一方200円の利益がないと次の拡大再生産に向けたいろんな活動ができない。例えば研究開発、設備投資ができない。であれば残った1000円、1200円マイナス200円の1000円の原価で作っていこうという考え方ですね。こういう考え方に立って原価規格というのは進めていきます。それでは原価規格とは何かについて見ていきたいと思います。原価規格とは製品の企画開発にあたって顧客ニーズに適合する品質、価格、信頼性、納期等の目標を設定し、上流から下流までのすべての活動を対象として、それらの目標の同時的な達成を図る総合的利益管理活動というふうに定義されています。この定義のポイントを見ていきたいと思います。一つ目が、原価規格は原価だけを考えるのではないということです。顧客ニーズを満たす品質、価格、信頼性、納期、これら全てを考えるということです。ですから原価規格は単なる原価低減活動ではありません。2つ目のポイントは開発の上流から下流まで活動対象としているということです。ただし活動の重点は上流段階、すなわち開発設計段階です。3番目のポイントは利益管理活動であるということです。ただ単に原価を下げるというのではなく、利益管理を活動の対象としているということです。次に原価規格の位置づけです。原価規格は広い意味の原価管理のある領域であるということです。原価管理は大きく分けるとコストマネジメントと原価規格に分けられます。さらにコストマネジメントの中身を見てみると、コストコントロールと原価改善、この2つに分けられるということです。では、これらの関係を見ていきたいと思います。まず、コストコントロール、原価維持です。標準原価を設定して、この標準原価以下になるように管理するというのがコストコントロール、原価維持です。
標準原価というのはお手本の原価、目標となる原価と考えていただいていいと思います。それをまず最初に設定して、その以下になるように進めていこうと。しかし実際にものづくりをしてみると、標準原価以下になるとは限らないです。例えば部材の調達価格が当初予定していた価格より高くなってしまった。部品の組み立てあるいは加工に要する時間が当初予定していた時間よりも長くかかってしまったとなってくると、標準原価以上に原価が発生してしまいます。ロスが発生してしまいますので、このロスを出さないように、すなわち標準原価以下になるようにしようというのが原価維持です。で、次に原価改善というのはこの標準原価自体の引き下げです。コストダウン等によって標準原価自体を引き下げてやって、新しい標準原価を設定し、これ以下で進むように管理してやろうというのが原価改善です。次に原価規格です。少し考え方を変えていきたいと思います。これは、原価がどの段階で発生しているかというのを示したものです。原価が発生しているのは下にある破線の部分です。それぞれの段階で何%が発生して、製造段階で 100% 発生したと。累積でいうとそういう形になってきます。しかし、その発生している原価を決定しているというのが上の実践なんです。これを見てみますと、発生段階より早い段階で原価が決定されていることはお分かりだと思います。基本設計段階でもはや 75% の原価が決まった。詳細設計が終われば 87% が決まったということですから、詳細設計以降に活動して原価を下げようとすると、残りの 13% の原価しか自由に下げられる余地がないということです。ということから、早い段階で、すなわち原価を決定する段階でしっかりと管理していく必要があるというのが原価規格の基本的考え方です。そういうことから活動対象はものづくりの全てのプロセスですけど、開発設計の早い段階でしっかり原価を考えていこうということになります。次に原価管理の発展経緯を見ていきたいと思います。まず最初にやられたのはコストコントロール、原価維持です。これで当初は大きな成果が得られてきたんですけど、環境が変わってくると十分それだけでは成果が得られなくなったということで、原価改善が得られるようになってきました。さらに環境が変わってきて、それだけでも大きな成果が得られなくなってきているので、原価規格というのが注目されて、原価規格をやられている会社が多くなってきたということです。で、それぞれの原価管理の段階で、有効なツールを見ていきたいと思うんですけども、原価規格で有効なツールが VE と原価見積もり、特に VE が有効であるというふうに言われています。先ほど原価規格の定義は見てきましたけど、もう少し具体的に原価規格とはどういったものかについて見ていきたいと思います。原価規格というのは利益の作り込みに重点を置いて源流管理を行い、顧客の満足を得る活動です。すなわち明確な目標を設定し、その達成を組織横断的な活動で目指しているということ。さらに企画設計段階といった源流段階から関係部門が積極的な協力を行う全社的な活動を行っているということ。さらに全ての段階でコンカレントエンジニアリングを実践しているということ。そして技術情報、他社情報、マーケティング情報など開発に必要な情報が共有化され、有効に活用されているということです。これらが揃えば原価規格が実践したと言えるでしょう。では次に原価規格実践の具体的ステップを見ていきたいと思います。製品開発プロセスと原価規格との関係を見ていきたいと思います。先ほど出てきた原価管理の中の原価維持はこの活動領域、生産プロセスが主な活動領域です。それだけでは十分な成果が期待できなくなってきたので、原価改善が行われるようになり、活動が少し上流に遡っていくようになりました。さらにそれだけでも大きな成果が期待できなくなり、原価規格が実施されたわけなんですけども、原価規格の重点活動領域としては企画段階、設計段階です。製品開発プロセスと原価規格活動の具体的な対応を見ていきたいと思います。先ほど見ましたように、原価規格活動というのは明確な目標を設定して、その実現に向けて組織横断的な活動を行う。源流段階からの全社的な活動である。
コンカレントエンジニアリングの実践を行う、必要な情報の共有と有効活用が行われるということです。それともう一つの原価企画の特徴は節目管理をやっていくということです。ここでいくと企画段階、金型設備投資決定段階、売価決定段階、こういう節目を設けて、これらの節目できっちりと管理をしていこうということです。さらに企画段階で NG にならないように、すんなり企画が通るような活動を全社挙げてやっていこう。その時にゼロルック V などがやられます。そして企画が決まった後、ファーストルック V をやっていって、企画を満たす効率的な設計ができるようにしてやろう。でその後も V 活動を続けていって、競争力のある商品を実現するように活動していくというのが原価企画の具体的な実践プロセスです。さらに具体的な内容としてはこういうことです。時間の関係がありますので具体的には説明できませんが、ここに書かれているような項目を確実に実践することによって競争力があり、お客様にとって魅力のある商品が開発されていくということです。V と原価企画の関係を見ていきたいと思います。先ほど V 活動が原価企画の主要なツールであるというふうに言いました。これは原価企画を積極的に行い、好業績を上げている企業に対して行った調査の結果です。ご覧のように VE 活動が原価企画の中で極めて重要だとお答えいただいている会社が多いということがご理解いただけると思います。それでは本日のまとめに進んでいきたいと思います。原価企画の実践、すなわちここに示されています6つの条件が整った活動を行うと、強い企業の実現に極めて有効だということがご理解いただけると思います。強い企業実現のためのツールとして原価企画は大変効果的です。皆さんいかがでしたか？原価企画の考え方や進め方、そして V の有効性がご理解いただけたのではないでしょうか。強い企業を目指すためには、今回ご紹介した原価企画とその実行ツールとしての V が大変有効です。ぜひ原価企画と V にトライしてみてください。この動画について興味を持たれた方、さらに詳しく学びたい方は日本 V 協会までお気軽にご連絡ください。ありがとうございました。